今日は肉巻きアスパラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、肉巻きアスパラを作っていきたいと思います。ご飯のおかず、お弁当のおかずにもぴったりな一品になります。今回の味付けはベーシックな甘辛味に仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、アスパラ、醤油、みりん、お酒、お砂糖、薄力粉、塩コショウ、黒コショウ、そして焼く時にサラダ油を使っていきます。まずお肉なんですが、今回は豚バラ肉を使っていきます。こちら必ず薄切りタイプのものを使用するようにしてください。部位に関しましてはお好みの部位を使っていただいて OK です。そしてアスパラですね、こちらは今回6本使用していきます。肉巻きにするときはちょっと太めのねアスパラを選んでいただくといいかなと思います。あとは味付けですね。今回はベーシックに甘辛味に仕上げていきます。お好みで塩コショウだけのね塩っぽいさっぱりとした仕上がりにしていただいても OK です。味付けはお好みでやってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずアスパラはですね、水洗いして水分を拭き取って、そしてこの根元のねだいたい 1.5 から2センチぐらいですね、ここを切り落とします。この部分はね筋しくて非常に硬くなってますので、ここは切り落としてください。残りも同じように切っていきます。あとはですね、ちょっとねこの根元部分の皮をねピーラーで剥きます。そうするとね筋が口に残らず美味しく召し上がっていただけます。下の方はね特にこの皮の部分が硬いので、下の部分ちょっとだけね皮を剥いていただくといいかなと思います。アスパラの準備はこれで OK です。それでは続いてお肉に下味をつけていきます。今回私が使うね豚バラの薄切り肉は半分ぐらいに切ってあるものになります。通常倍ぐらいの長さのもので売ってると思うんですが、切って販売してるものもありますので、どちらを使っていただいても OK です。そしたらまずね塩コショウで下味をつけます。下味をつけてこのように広げて、そして広げたらですね、ここに薄力粉を薄くまぶしてください。そうすることでアスパラとの密着が良くなります。残りのお肉もね同じように行ってください。お肉の下準備はこれで OK です。ではね、アスパラをお肉で巻いていきます。まずこのお肉ですね、薄力粉をつけた部分を内側にしてください。これでアスパラにきつめに巻いていきます。このようにぐるぐるぐるっと。お肉もねあんまり重なりすぎると火が通りにくいので、5ミリぐらい重なる程度で巻いてみてください。はい、で今ね半分巻きました。そしたらこのね巻き終わりの部分からちょっと重ねて、そしてまたくるくる巻いていきましょう。できるだけね巻き終わりの部分が全部同じになるように巻いてみてください。しっかりねアスパラに巻きつけます。お肉はねこのように巻きつけてください。今回私はね半分に切ってある豚バラ肉を使ってますが、長いものをね1枚でぐるぐるぐるっと巻いていただいた方が簡単かなと思います。それでは残りも同じように巻いていきます。はい、巻き終わりました。そしたらまた上から薄力粉をまぶしてください。こうすることでお肉がねアスパラから剥がれにくくなるのと、あとはねタレがよくなじみやすくなります。裏面も同じようにまぶしてください。アスパラの準備はこれで OK です。しっかりね巻き終わりの部分などはアスパラにくっつけるようにしてください。それでは続いて焼く前にタレを合わせておきます。まずお醤油、みりん、お酒、そしてお砂糖です。これをよく混ぜましょう。お砂糖のねシャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。それでは今から焼いていきます。それではねフライパンを用意してください。今回直径28センチのフライパンを使っていきます。ここにサラダ油を敷きます。全体に広げましょう。
そしたら火にかけます。火加減は中火です。このまま一度30秒ほど温めてください。はい。で、フライパンが温まったら、このね、お肉の巻き終わり何箇所かあるんですけれども、ちょっと一番危なそうなところですね。できるだけ揃えて、この巻き終わりのところを下にして焼いていきます。フライパンに置いたら火加減弱めの中火です。このまままず焼き色がつくまで焼いてください。いい感じにね、焼き色がついたら、くるっと裏返してください。この時ね、油跳ねには十分に注意しましょう。またね、片面も焼いていきます。だいたい1分半ぐらいずつ焼いてみてください。ちょっとね、このまだ赤い部分が残ってても大丈夫です。はい。で、片面もね、焼き色がついたら、今度は火加減弱火にします。そしてお水、こちら分量外です。大さじ1杯ほど回し入れてください。そして蓋をします。あとはね、お肉に火が通るまで蒸し焼きしていきます。はい。今ね、4分ほど蒸し焼きしました。蓋を開けます。今このような状態です。まだちょっと水分が残ってるので、火加減中火にして、このまま一度水分を飛ばします。もしね、まだ4分経ってもお肉の赤い部分がある場合は、もう少しね、蒸し焼きしてみてください。はい。で、1分ぐらい水分を飛ばせば OK です。そして水分が飛んだら、こちら合わせておいた調味料を回しかけます。そして火加減中火です。このままですね、タレがしっかり絡むまで煮絡めていきます。あんまりね、アスパラを転がすとお肉が剥がれやすくなるので、ちょっとね、フライパンを傾けて、上からね、こうやってタレをかけてあげるといいかなと思います。はい、OK です。このようにちょっとね、タレにとろみがつくまで煮絡めてください。巻きが緩いとね、このようにちょっと緩まってきちゃうので、お肉はね、しっかりめに巻くようにしてください。それではお皿に盛り付けたいと思います。黒胡椒はね、お皿に盛り付けてから振っていきます。はい、これで肉巻きアスパラの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、しっかり味を馴染んで美味しそうに仕上がってます。お好みの大きさに切って召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。アスパラの甘みが広がってすごく美味しいです。やっぱりね、ベーシックに甘辛味との相性抜群です。アスパラもね、すごくジューシーです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の肉巻きアスパラのポイントです。まず今回は豚バラの薄切り肉を巻いてます。さらに今回私が使ってるのが、もうすでにね、食べやすい大きさにカットしてある豚バラ肉を使ってます。これだとね、途中でつなぎ合わせる必要があって、焼いてる時にお肉が剥がれやすくなるので、もし1枚で長い豚バラ肉が売ってる場合は、そちらを選んでいただくといいかなと思います。こちら今回豚バラを使ってますが、お好みの薄切り肉で作っていただいて OK です。そしてお肉を巻く時のポイントなんですが、薄力粉をつけた方を内側にして、そしてさらにきつめに巻くようにしてください。ここで巻きが甘いと焼いてる時にですね、お肉が浮いてきてしまいますので、しっかりきつめに巻くようにしてください。そして巻き終わったらもう一度薄力粉をまぶして、それから焼くようにしましょう。そして焼く時なんですが、まずね、両面に焼き色をつけて、その後お水を加えて蓋をして弱火でじっくり蒸し焼きしてください。今回私は4分ほど蒸し焼きしてますが、こちらの蒸し時間はお肉に火が通れば大丈夫なので、様子を見ながら調整してみてください。あとはですね、合わせておいた甘辛だれを入れて、そしてしっかり煮絡めて仕上げてください。煮絡める時もですね、あんまり転がしすぎるとお肉が剥がれやすくなるので注意していただけたらと思います。スプーンなどを使ってお肉にね、甘辛だれをかけながら煮詰めていただくといいかなと思います。今回はですね、このように1本で仕上げてますが、ナイフとフォークで切りながら召し上がっていただいてもいいですし、あらかじめね、食べやすい大きさに切って食べていただくのもいいかなと思います。あとは今回1本丸々使ってますが、最初から食べやすい大きさに切って、そしてお肉を巻いて焼いていただいても大丈夫です。そうするとね、お弁当のおかずにも使えると思います。こちらを切ってね、お弁当のおかずに入れていただいてももちろん大丈夫です。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は肉巻きアスパラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。